皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ローマ教皇の発言。ウクライナに対して白旗掲げる勇気が必要と話しました。この話を聞いて、ウクライナに対して即時降伏せよと受け止めている人がいるので、改めてどのような意味を持って発言したのか解説していきましょう。2、トランプ氏の発言。こちらもウクライナ情勢についての話で、力で平和を取り戻すと発言しました。こちらの方もやはり背景情報として何があったかを解説する必要があるでしょう。最後に、前回の動画においてお伝えしたウクライナ軍による遠距離ドローンによる攻撃、ロシア軍飛行場への攻撃が失敗したのではないかという話をしましたが、いやいや攻撃は成功したんだというニュースが入っているので、訂正を兼ねてもう一度お伝えします。まずはローマ教皇の発言。ローマ教皇、ウクライナに白旗掲げる勇気必要と発言。バチカン、降伏ではなく停戦示すと釈明。ロイター通信によると、スイスのテレビ局が公開したローマ教皇フランシスコのインタビューで、教皇はウクライナには白旗を掲げる勇気が必要だと述べ、ロシアとの停戦に向けた和平交渉を促した。インタビューは2月に収録され、今月20日に放送予定の内容の一部が公開された。教皇はウクライナについて、最も強いのは状況を見つめ、国民のことを考え、白旗を掲げる勇気を持って交渉する人だと思うと指摘し、敗北し、物事がうまくいっていないと分かったら、交渉する勇気を持たなくてはならないと提唱した。バチカンの報道官は9日、読売新聞の取材に対し、教皇の白旗発言は、質問者の言葉から拾ったもので、敵対行為を停止し、交渉する勇気を持って、たどり着いた停戦を示す、報復ではないと説明した。ここからは記事の補足となります。では、記者はどのような発言をして、それに対してどのような返しをしたか、まずはそこから見ましょう。記者が、ウクライナでは降伏の勇気、白旗を求める人たちがいる。しかし、それは強い側を正当化することになるという人もいる。との質問を受け、ローマ教皇はこう答えました。最も強いのは状況を見て国民のことを考え、白旗を上げる勇気を持って交渉する人だと思うと述べた。この記者の質問について削除し、その後のローマ教皇の言葉がそのまま記事になったとバチカンは言っています。白旗を掲げることには2つの意味があります。それは降伏を示すという意味での白旗。もう一つの意味は、交渉を行う際の戦闘の意思がない人物であることを示すための白旗です。今回のローマ教皇の発言というのは、無条件降伏を示す旗としてではなく、交渉を行おうという意思を示すための戦闘行為を一旦やめようという意味での白旗です。ただし、そうは聞いたとしても、全体の意味としては、やはり、ウクライナにとっては今の現状を認めて、ロシアとの交渉を行えという意味として受け止められるものですから、多くの人々が、これはウクライナに対して降伏を促しているんだなと勘違いしたとしても、何の不思議ではありません。そもそもフランシスコ教皇は、ロシアに対して侵略行為をやめよといった具合の、いわゆるはっきりとしたロシア批判を行っていません。戦争行為そのものについてやめるようには言いますが、結局のところ、じゃあロシアに対して軍を進めたのだけれども、その軍を撤退させてさっさと戦争をやめなさいといったような、現状復帰を求めるような批判の声は上げていないのです。そうした前段階のこれまでの経緯というものがあるからこそ、ローマ教皇の発言はウクライナに対する報復を求めるような発言として伝えられたというわけです。ローマ教皇はそれぞれの国に影響力を持つ仲介役としてトルコを指名しています。つい最近ゼレンスキー大統領はトルコ訪問を行ってエルドアン大統領との会談も行っています。トルコではウクライナ海軍が発注した軍艦の建造が終わり、ゼレンスキー大統領が視察も行っています。またトルコ企業のバイラクタル社は大型ドローンの開発や製造でウクライナと協力関係にあり、ウクライナとトルコとの間に敵対関係は基本的にはありません。一方でトルコはロシア側とも通じており、ロシアとも敵対関係にはありません。そうした意味では、仲介役としてはふさわしい国だと見られています。ただし、そもそも論として現在のプーチン大統領が求める和平交渉の中身としては、ゼレンスキー政権の退陣と、ウクライナの今後の国家方針として NATO に加盟するその道を完全に立って中立化せよという話をしています。また、プーチン大統領は常々自分の持論として、ソ連崩壊後ウクライナが独立したのは
何かの間違いのようなもので、これを正さなければならないという話をして、ウクライナの独立国家としての存在を認めてはいません。そうしたこともあって、現状において和平交渉を行うことは、ウクライナにとってはかなり強烈な、全く飲めないような条件を突きつけられる可能性が高いのであり、ローマ教皇の発言は、勇気を持って和平交渉をせよという提案それ自体が現実的なものではありません。彼自身はあくまでも白旗を掲げて交渉せよという意味合いは戦争をやめてほしいという意味合いだけだったと弁解したとしても、結局のところロシア寄りの発言と見られて仕方のないものでした。続いてアメリカによるウクライナ支援、そこに影響力を持つトランプ氏の発言を見ておきましょう。トランプ氏、力で平和を取り戻すウクライナ侵攻をめぐり、アメリカ共和党のトランプ前大統領はロシアのウクライナ侵攻について11月の大統領選で再選されれば力によって平和を取り戻すと述べた。トランプ氏はウクライナ紛争について大統領選に勝利した直後、大統領執務室に着く前に恐ろしい戦争を決着させると語った。具体的な工程には言及しなかった。中国、ロシア、北朝鮮を挙げ、本当の問題は彼らではない。有能な大統領であればうまく対処できる。自身の在任中は彼ら全員と良い状態にあった。誰も何の問題も起こさなかったと主張した。中国、ロシアや北朝鮮より大きな脅威はアメリカ国内のものだと指摘。ロシアのプーチン大統領が核使用も辞さない構えを示すのはアメリカの大統領が間抜けだと知っているからだと話し、バイデン大統領を当てこすった。バイデン大統領を我が国史上最悪の大統領で認知能力に障害があると断定。アメリカは指導者としての要件を満たしていない人物をロシアとの第三次世界大戦の恐れのある核戦争に対処する責任者に据えていると唱えた。ロシアとの対立で今は第三次世界大戦に近づいていると提起した。自らが大統領だった当時は誰もが我々を尊重してくれたと吹聴した。トランプ氏は通商交渉などで多国間協議を嫌い、二国間取引を重視した。大統領に返り咲けばトランプ互恵貿易法を成立させると表明した。中国やその他の国が関税を課せば、例えば関税率が 100% や 200% ならそうした国に互恵的に支払わせると明言した。さて、トランプ氏のこの発言なのですが、まず背景情報として何が頭に入っていないといけないかといえば、それはバイデン大統領が議会で行った一般教書演説です。この一般教書演説において、バイデン大統領は前任者がこんなひどいことを言ったという具合にして、トランプ氏の名前を直接出さずにトランプ氏を批判しました。そのいくつかの項目の中には、トランプ氏がNATO 加盟国が本来であれば GDP2% 程度の軍事予算を使わなければならないのに、それ以下の国がたくさんあって、それらの国はもうアメリカとしては守る気はない。自分だったらプーチン大統領に言ってそのような国について火にさせればいいというような話をした。そのことをバイデン大統領はトランプ氏について批判を行いました。このような批判というのは何も民主党側だけの話ではなくて、共和党、民主党それぞれとはまた違ういわゆる中道派の人たちにしてみても、トランプ氏が大統領に返り咲いたら現在の NATO の体制にはひびが入るんだなと思わせる発言であり、トランプ氏としては今後のことを考えて軌道修正を図ろうとしたのでしょう。ですから自分だったら何かしらの手を打って現在のロシアによるウクライナ侵略に大きな変化をもたらそうと発言しているわけです。ただしどのような手段でどのような交渉を行って現在のロシアによる侵略に終わりをもたらすかについては全く不明です。力によって平和を取り戻すとは言うものの、じゃあウクライナに対して軍事支援をするのかといえばはっきりとその明言しているわけではありません。そもそもウクライナに対して軍事支援を行ってロシアを倒せというのであれば、現在のウクライナ支援を止めているのがまさに彼の影響下にある共和党議員たちであり、彼の発言は全く矛盾しているわけです。ただ以前よりもウクライナ支援に前向きかのような発言をしていることは共和党にも影響を与えています。この共和党内部におけるウクライナ支援の動きとして、民主党が提案したウクライナ支援ではなく、
共和党が自らウクライナ支援の計画を作り、議会へ提出しようという動きがあるのです。ただしそれはアメリカのお金を使うのではなく、ロシアの凍結資産を原資としてウクライナ支援を行うといった方式で、現実的にはかなり荒唐無稽だと見られています。何しろ、ロシアの資産を凍結したというのは欧米各国で実施されて、日本も参加しているのですが、このお金を完全に接収して使うといった方式はどこの国も行っていません。資産の活用方法をどうするかといった議論が行われる、これらの関連ニュースに必ず出てくるのが、実際問題としてやろうと思えば法律的な根拠がなく実施するのはかなり困難だといった注釈が必ずのように入ってきます。そのためにヨーロッパ側では凍結した資産そのものについては触れず、凍結した資産から生まれる配当金や利子などをウクライナに供与する方向で話がまとまり、資産そのものについては完全に没収することは見送られてしまったという状況です。ですからそのような状況にもかかわらず、共和党がロシアの凍結資産に手をつけてそこからウクライナ支援を行えばいいという話をし始めるというのは、実現可能性がかなり低い、あくまでも国民向けにアピールするための方策だと見られます。共和党としてはウクライナ支援のお金が無駄だという話をしているので、もともとロシアのお金を凍結したんだからそれを使えばいいじゃないかという話へと進もうとしているわけです。まあそれができるんだったらさっさとやればいいわけですが、そうはいかないからこそ、それぞれ各国において手をつけずに自国の予算からウクライナ支援を行っているわけです。まあこのあたり結局のところバイデン政権を批判するといったことが目的化しており、ウクライナ支援に後ろ向きな姿勢そのものはちょっと変わっていないのかもしれません。ちなみにこのバイデン大統領の一般教書演説に対するトランプ氏の反論の中には少し面白い話題も含まれていました。それはバイデン大統領が新型コロナウイルス対策で自分がうまくやったんだというような話をしたのに対して、トランプ氏がワクチンの開発を進めワクチンの接種を国民に広げたのは私なのだから、新型コロナ対策で評価されるのはバイデン大統領ではなく私の方だという話をしました。トランプ氏にしてみればバイデン大統領を批判するその一環の話だったわけですが、これに食いついたのが彼の支持者たちである共和党員たちです。共和党員たちの中にはいわゆる陰謀論大好きっ子という人たちがたくさんいて、それらの人たちの中には影の政府に今のアメリカは操られている。新型コロナワクチンは人々に猛毒を振りまくようなもので、影の政府が立てた人口削減計画による一つのアイテムだ。そのようなものを広げるのは悪魔の所業だといったような陰謀論が展開されていて、それを信じる人たちがいます。共和党員の中にはこれらの信じる人たちも多かったので、トランプ氏が新型コロナに対するワクチンを開発を進めてみんなに接種するように制度を整えたんだという話をするのは、彼らにとってはトランプ氏は影の政府に操られていた人形だったんだというような裏切り行為として映ったようなのです。まあこのあたり陰謀論者に支えられつつうまく人気を保ってきたトランプ氏に対して陰謀論者から今度は攻撃を受けるかもしれません。最後に前回動画のウクライナ軍の遠距離ドローン攻撃失敗についての話、訂正があります。ロシア軍の大型機狙いでタガンログに対する攻撃を集中的に行ったウクライナ軍。前回の動画においては攻撃はしたんだけれども、その攻撃の着弾については主目的から外れてしまったのではないかという話をしました。こちらが攻撃前の飛行場の様子。この飛行場は修理やメンテナンスを行う場所で、冬季警戒管制機 A50、その他大型の戦略爆撃機や飛行艇などがありました。そしてこちらが攻撃後とされる衛星写真。施設に対する攻撃が3発当たり、もともと A50 が駐機してあったであろう場所に爆発の跡らしき黒ずみがあります。もしも建物に格納されていた状態であれば、攻撃が直接当たったかどうかはこの写真からは判定できません。しかしこの写真からは判定できないものの A50 は大きく損傷し、機体は破壊できたも同然だというような話をする人もいます。損傷具合については情報としては不足しすぎているので評価は私はしません。
ただ、飛行場に対する攻撃それ自体はできているわけなので、今後、この飛行場での整備、修理、改修などは予定から外されることでしょう。そうでなければ、連続してウクライナ軍が攻撃し、非常に高価な機体が次々と失われてしまうことでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ウクライナ情勢関連では様々なところで様々な意見が出るわけですが、中立を装ってはいても、実はプーチン大統領にとって都合の良い発言をする、そんな人たちもたくさんいます。そこから学べるのは、国際法や戦争犯罪に対する認識といったものは非常に脆弱なものであり、それらを破ったとしても特に気にしない人や国がたくさんあって、その被害者に日本がなるかもしれないという可能性を持って未来に対する備えをすることでしょう。憲法9条があるから平和が保たれているんだという話をする人たちは、現実と机上の空論の間にはとてつもない溝があることを無視しています。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして情報の整理整頓に役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。ちなみに、ウクライナ情勢に関連してのニュースとしては、日本の武器輸出をどうするかといった問題が国内のニュースとして話題になっています。それは、イギリス、イタリア、日本、この3カ国での共同開発戦闘機を完成した暁には輸出するかどうかです。イギリスやイタリアは他の国に売ることを前提として開発を行うのですが、日本だけがこれを他の国に売るかどうかで揉めている状態なのです。そもそも他の共同開発国が他の国に売るよという状態なので、日本が売らないというのは明らかに開発参加国としてはのけものにされやすい条件ですし、たとえ中に入って開発を続けたとしても、結局のところ量産効果が一番望めない、同じものを作っているのに日本だけが機体価格がやたらめったら上がりかねないといったような話なので、私は断然輸出すべきだと考えています。日本国内にはこうした戦闘機の輸出に関して独裁者の手に渡ったり軍事政権の手に渡って一般国民の弾圧に使われたり無差別都市爆撃に使われるといったようなことを前提として死の商人になるなというような話をする人たちがいるわけですが、少なくとも日本政府が物を売るときにそのような場所を積極的に選ぶことは考えられません。このようなことをするのはどちらかというと、現在ウクライナに侵略しているロシアのような国で、売り先の国が軍事政権でも独裁政権であろうとも、一般国民を虐殺していようと、全く関係なく兵器を売る国は確かにあります。そのような国にならなければ良いだけのことであり、販売先の国は十分条件をつけて選べば良いのです。そして、販売実績のない日本に対して信頼を持って兵器を買ってくれる国が次々と現れる可能性はほとんどありません。ですから、戦闘機が開発できたらもう世界中から欲しい欲しいとみんながやってきて、さあどこの国に売ろうか迷っちゃうみたいなことはまず起こり得ないのです。また武器輸出に絡む話のため、これをウクライナへの支援へとつなげるといった連想ゲームをしている人たちもいるわけですが、今回の共同開発の戦闘機はすぐにできるわけではありませんから、今この段階においてウクライナに支援するといった道は、この戦闘機に関しては全く話題としては存在しません。まずは開発が終わった後、それぞれの国で自分たちで使う分を生産し、その上で販売するかどうかの話をしているのであって、新製品をいきなりウクライナへと供与するといった、そういった話題ではないのです。このあたりの話も政府批判として利用したい人たちは、共同開発したものを優先的にウクライナに供与するんだみたいな話、ちょっと突飛だと思うのですが、それに賛同し拡散するような人もいるようです。インターネット上にはとにかく目立とうとする人もいるので、落ち着いて情報は選別していきましょう。